皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ある話題を取り上げると、そのことを理由として全ての動画が広告停止になりますよというのが YouTube の公式のお知らせとして出ました。今回はそのことについて触れていきます。一体どのような話題について触れるとダメなのかというのは、今であればテレビニュースの冒頭で出てくる話題というのがこれに該当します。私のチャンネルにおいてもその話題を取り扱った動画というのはことごとくスタッフの審査を経た上で不適切ですよという指定を受けて広告が停止された状態になりました。私が話している内容について一体どこが問題なのだろうかというような話ではなく、 YouTube としてはその話題を取り扱うことそれ自体がもはや広告の対象にはなりませんよ。そういった話題について取り扱った動画というのは全て不適切ですというような指定を行うというのが明らかになりました。一体どのような内容だったのか、まずはそのお知らせというものを見ていきましょう。こちらは YouTube の管理画面です。この管理画面の中のニュースというところに今回問題のお知らせがありました。ニュース〇〇を取り扱ったコンテンツについて、あるものを取り扱うコンテンツは広告掲載に適したコンテンツのガイドライン内の物議を醸す問題やデリケートな事象に該当するため、収益化ステータスが広告表示なし、または制限ありになります。詳しくはこちらをご覧くださいということで、ここをクリックして進んでいきます。では実際に物議を醸す問題とは何なのかといったところの説明を読んでいきます。物議を醸す問題やデリケートな事象。物議を醸す問題とは、ユーザーを動揺させる可能性があり、多くの場合、人類の悲劇の結果であるトピックを指します。デリケートな事象とは、通常事前に計画された悪意のある攻撃の結果として、命が失われた不慮の事象のことです。デリケートな事象が発生すると、一般の人々は死を悼む反応や、時には過度な反応、感情をあらわにした反応を示すこともあります。比較的最近発生した事象でないと、デリケートな事象とは見なされません。歴史上の出来事は、ドキュメンタリーや歴史的議論のコンテキスト内で扱う場合、一般的に収益化可能です。このポリシーは、純粋に解説を提供するコンテンツや、生々しい画像が含まれていないコンテンツにも適用されます。ということで、私のようなニュース解説についても、このガイドラインに該当するというのです。そしてこの物議を醸す問題、様々あるわけですが、今回の場合だとデリケートな事象というものに該当するというのが YouTube の公式見解のようです。あの国で発生した大きな問題、確かにこの問題を取り扱うと、身近な人やもしくは身近ではなくても多くの不幸が発生しており、それによって心を痛めている人がいるのは事実です。それに関連して、あの話題を取り扱うことそれ自体をもはややめてほしいというのが YouTube の要望であったとしても、それ自体は別に不思議な話ではありません。ただ、情報発信する側としては、実際にはテレビニュースや新聞報道などでバンバン流れているものを元にして、今このようなニュースが流れていて、このニュースというのがこういった意味がありますよというようなお話をしている私としては、一律全てについて規制をかけるというのは少しやりすぎではないかなと思っています。ただし、今回のように理由があってこうしたんですよと公式的な見解を出したのは、今回が私にとっては初めてです。今までは一体何がダメなのか明確ではないということがあったのですが、今回はその点については説明をしてくれたのだなと評価することができます。もちろんその評価が出たことによって、今度は完全にこの話題を取り扱ってはダメだという前提のもとに話が進んでいくので、これはもちろん投稿主としてはかなり厳しい制約です。では今後どうしていくかなのですが、私はこれまでも YouTube の動画でこの境界線というものについてなんとか探りを入れてチャンネル運営を行ってきました。例えば、あの国についてのお話をするとダメだというのであれば、まずは隠語を使って表現しよう。もしくは、全くその国の名前について発言しないで動画を作ろうといったような回避策をこれまでも取ってきました。今回はあの話題について取り扱うことはもうダメですよとはっきり言ってくれたことによって、その話題ではないかのように話をするという手があるのではないかな、などというふうにも思ってしまいます。
もちろんそういった小手先は全く通用しない可能性もあります。このあたりは実験をしてみなければならないでしょう。私のチャンネルの動画を何本も見てきた人ならばわかるかとは思いますが、私はチャンネル運営をしていく上で様々な実験を行ってきました。今回はまた新たな実験を行う時かもしれません。もちろんありとあらゆる実験をした上で、これはダメだなとなった場合には他の手を探っていくというのも状況に応じた行動です。例えば Twitter で今回の件について私が話をした時に、いや、こうなったらもうニコ動などでこの話題について取り扱ってはどうですかというお話もありました。もちろんそういった手段を取るというのも解決法の一つです。また、そもそも広告がつかないチャンネルに動画を投稿すれば、別にそれはそれでありかもしれないという全く逆転の発想なども使えるかもしれません。例えば私はサブチャンネルでいくつか作りました。その中においては今2つのチャンネルが全く広告収入がつかない状態です。この広告収入がつかない理由というのは、まず第一にチャンネル登録者数が全く足りていないので、そもそも広告をつける水準に達していないというチャンネルが一つあります。一方でもう一つは、チャンネル登録者数は足りているのですが、動画の数が少なく視聴時間も短いので、あなたのチャンネルには広告をつけるような水準に達していませんよという、そのようなチャンネルです。この2つのチャンネルはそもそも視聴者が少ないので、動画を投稿する場所としてはまだまだふさわしい場所ではないのですが、今回のようにこの話題について取り扱ったら広告がつかないのですよっていうのであれば、そういったまだまだ成長段階で広告がどうやったとしてもつかないようなチャンネルにあえて動画を取り下ろすといったようなこともいいかもしれません。しかしあの話題についての関連ニュースというものはまだまだこれからも非常に大きな意味を持つでしょう。そうである以上、私は YouTube に限らず Twitter などでもニコ動などでも、もしくは先ほども述べたような広告収入がまだまだつかないサブチャンネルなどに動画を取り下ろすなど、様々な手段で情報発信を続けていこうかと思います。またこれに関連して一つ実験することがあります。それはコメント欄の皆さんの書き込みについてももしかしたら判定の基準に入っているかもしれません。これはまだ検証はちょっと不可能に近い部分があるのですが、動画の中で一切あの話題の具体的な名前について話していない、またその動画のサムネイルやタイトルのテキスト情報などにおいても一切記載していないという状態において、皆さんからのコメントの中にズバリそのことについて書いてあったら、YouTube の AI が、この動画というのはその中身の中では話してはいないが、このコメントを見る限りきっとあの話題について話しているに違いないと、もしかしたら判定を行うかもしれません。ですから動画によってはコメント欄を閉鎖するものも出てくるかもしれません。そういった措置を行った場合、これもまた何か実験を行っているんだなというふうに理解してもらえると嬉しいです。何にしても今回のお知らせを見ると YouTube というのは非常に制約のある場所であることは間違いありません。また今回の話で言うと政治的な意味合いだけではなく医療的な部分においても非常に制約がかかっているといういわば二重の制約の中にあるということも指摘されています。あの国で発生した問題であるために政治的な医療愛は確かに大きいものがあります。しかし一方で医療問題として考えた場合、何が正しいのかというのは非常に判定が難しいものです。現在も医学雑誌ランセットなどにおいてはこの問題について様々な論文が提出されており、科学者たちの発表というものが相次いでいます。ですから全てが確定したわけではない、間違いも当然のように紛れ込んでいるのは避けられない事態です。ですから YouTube がそこに目を光らせて、それは医学的にはまだ確定していない情報だから広めてはならないと判断をしているのも、今回の問題を複雑化させている要因の一つでしょう。皆さんはこの問題についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録されていない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。